さあさあ、ちょっとキャンピングカーを快適に改造していこうと思います。はい。どんくらい乗ったんだろうこれ。3年ちょっとだね。乗ったんで、そろそろちょっといろいろいじっていこうかなとまた。まずは、ここだね。やらないといけないのは。この下。もともとさ、このキャンピングカーについてたサブバッテリーね。で、これで、この車の部屋のライトとか、あとは上のマックスファンとか、あとテレビとかの電気をここから取ってるんだけど、で、これがまだ鉛のバッテリーなんで、これをちょっとリチウム化しようかなと。まずはね、今回もリータイムさんからバッテリーと、あとこのね、素晴らしいものをご提供していただいたんで、これに組み込んでいこうと思うんだけど、そもそもずっとここの車のさ、サブバッテリーは1個ずっと鉛にしてたんだけど、それには理由があって、この車を使う環境がめちゃくちゃ寒いところが多くて、冬だとマイナス20度ぐらいまで行くようなところで使ってたでしょ。北海道とか長野の標高の高いところとか、今までのリチウムイオンバッテリーこういうやつは寒いところで充電しちゃダメだったんだけど、それが寒い時に充電しないっていう機能がついてなかったの。BMS で。最近のはそれがつくようになってきてて、そういうのがもともとこの中に組み込まれてるのね。で、これなんかさ、走行充電だから、ここの下のバッテリー。だから勝手にエンジンかけたら充電されちゃうの。でそれでこのバッテリーをさ、リチウムイオンバッテリーにして走行充電できるようにしちゃってたら、マイナス10度のところでエンジンかけたら充電して壊れちゃうみたいなね。そういうのがあるとすごい怖いから、ちょっと避けてたんだけど、まず1個目それが問題クリアできたと。そこの問題がクリアできたんで、もうリチウムイオン使ってもいいなと。で、すべてのリチウムイオンバッテリーがそういう機能になったかって言ったらそうではないので、それは気をつけないとダメで、で、リータイムのこのモデルはそれが搭載されてるんで、冬とか心配ないなっていう、そういうところ。で、もう一個ね、もうこれは絶対リチウムイオンバッテリーに変えた方がいいなっていうのが、これついに Bluetooth を介して携帯で残容量とか、今使用している状態、何アンペア使用してるかとか、今出力何ワット出してるかとかっていうのが見れるようになったの。で、さらに充電も今どれぐらいで充電してますよと。で、さらにあと何時間で充電完了しますよみたいなのもついに見れるようになったの。もうまさにポータブル電源と同じような使い方ができるようになったんで、これをちょっと導入しようかなと思います。で、前にもちょっと紹介したと思うんだけど、これを充電するのに、いつも家庭用のコンセントで使う、リチウムイオンバッテリー充電器を使って充電してたと思うんだけど、で、一回車から充電する場合は一回インバーターで100ボルトにして、さらにそこから充電器を介して 12.8 ボルトで14. 点何ボルトで充電するみたいな、結構効率悪いことをしてたんだけど、今回はついに、このリータイムの DC-DC のバッテリーチャージャーをご提供していただいたんで、これを使って走行充電もできるようにしようかなと。で、これはね、使ったことないんだけど、めちゃくちゃ簡単。で、こういう製品マニュアルが入ってて、中身出してみると、ちょっと出しちゃうね。なんか小さいね。そうそう。小さいね。小さいよね。こういう感じの。これを車のバッテリーとつないであげて、1個ね、どっちだろうね。説明書に書いてあると思うんだけど。で、もう1個を、このサブバッテリーとつないであげると。で、もう1本線が出てて、で、さらにこれ、ソーラーパネルともつなげるの。車のオルタネーターとつなぐのが1つ。で、ソーラーパネルとつなぐのが1つ。で、もう1個は、それが入力だね。これへの入力。で、出力として1個、これに、サブバッテリーに出力する線が1つと。もう全部こんなコネクタでできるから。でこのコネクタも3つそれぞれついてるんで、めちゃくちゃ簡単です。こういう感じで。で、こっちの線は、自分のソーラーパネルとか、メインの車のバッテリーから繋がってる線と加工して繋げてやると。
そんな感じ。はい。いいでしょうん。すごいシンプルでしょ。今回はこの2つを使ってやっていこうかなと。はい。で、間にね、やっぱりこういうプラス側にフューズを入れてあげないと危ないんで、フューズも今回は提供いただいてます。ちょっと大きいけど、こういう感じのフューズボックスとフューズもご提供していただいてるんで、これも組み込んでやっていこうと思います。はい。はい。で、まずね、これ使う前に一回フル充電しないとダメなんで、うん。ちょっと外で充電しつつ、もうちょっとこの詳細を説明しようかなと。はい。その後、この車のここら辺のごちゃごちゃしてるのを全部外して、実際配線をしていくと。うん。そんな感じです。はい。ちょっと使用する前にバッテリーだけ充電しちゃいます。はい。これもね、リータイムのインスタン鉄リチウムイオンバッテリー用の充電器。これ40アンペア出るやつかな。うん。今ね、充電だいぶしたんだけど、充電でこれ Bluetooth を介してアプリで見れるんだけど、うん。それによると今 82% で、充電が今 508.1W で充電してますと。うん。で、電流が 37.7A で入ってると。うん。で、電圧 13.5V。すごいね。うん。もうほんとこれ、あれじゃん。ホタ電だね。ホタ電だね。うん。で、こういうのが見れるんで、結構便利だよね。うん。容量を気にしないでいいしさ、うん。どんくらい残ってんのかなっていうのがすぐわかるようになったんで。うん。うん。じゃあちょっとこれは 100% になるまでちょっと置いときます。はい。さあ、100% になったんで、充電は止まりました。はい。OK。いいね。やっぱ見れて。うん。ちょっともうこのついでにさ、ちょっと出力もしてみようかな。インバーターつないで。うん。ちょっとやってみます。じゃあ、インバーター。これもリータイムの 2000W のインバーターにバッテリーつなぎました。で、このバッテリーのね、BMS が 100A までだから、1280W までしか出せないんで、そこは注意が必要です。これ 2000W まで出ちゃうから、うん。今日 1000W 以上の出力のも持ってきてないんで大丈夫。電源オン。で、ほい。で、これがね、22W ぐらい。うん。で、実際どれぐらい出てるかっていうと、22W、2A ぐらいでしょ？ちゃんと 2A ぐらいになってます。すごいね。1.9A。あ、ここに出てるじゃん。28.4W。うん。マイナスね。こっちから見たらマイナスでしょ。なるほど。そういうこと。すごいね。ちゃんと出るね。で、このまんまじゃあ、このヒーター 800W の入れちゃうね。800W のしちゃいます。はい。どう？うるさいから切った。わ、すごいね。68A。900W。900W ぐらい出てる。うん。エルパの電力計が今 817W とかなんで、で、こっちの電力が 900W で出てたから、まあ、ここのインバーターの変換効率とか考えたら、まあ、そんくらいかなと。うん。そういうことだね。では、ちょっとね、製品のちょっと仕様とかだけ見ちゃおうかなと。で、実際これを見た後、さっきの車の中に設置をしていこうかなと思います。はい。で、まずバッテリーの方ね。毎度のこういう説明書とか、シールとか、製品マニュアル入ってます。今回からこれ、取っ手がこうなった。今まで紐でこういうのだったと思うんだけど、で、これね、良し悪しで、ちょっと困ったのが、今ここ配線してたらさ、こう上げたら線が当たっちゃうっていう。で、こう上げた状態でここ線繋いだら今度これが下げれないっていう、そういう問題がちょっとあるけど、まあ安全で考えたらいいのかな。この運ぶときは絶対線外しなさいよっていうことで、いいのかもしれないけど、ちょっと戸惑いました。これさっきちょっと Bluetooth つないでさ、さっき携帯でアプリでこう、使用量とか見たと思うんだけど、それがもういきなり出てて、リータイムの
アプリをダウンロードして、で、サインインすると。サインアップしてサインインしたら、あとはバッテリーを登録するだけなんだけど、バッテリーはちょっと今ここ隠してるけど、ここに QR があって、その QR を読んだら、自動でもうすぐにピロンと、これですかって言って、登録してくれました。はい。で、これはね、もちろんリン酸鉄リチウムイオンで、電圧 12.8V の定格容量が 100Ah、トータル 1280Wh です。重さがね、ちょっとね、この説明書には出てないんだけど、多分 10kg あるかないかぐらいだと思います。めちゃくちゃ軽い。で、サイクルライフは4000回。すごいね。で、BMS ボード、バッテリー管理システムの BMS ボードが 100A なんで、マックスが 1280W だね。になります。瞬時は 500A まで出していいみたいなんで、すごいね、500A って言ったら 6000W 出していいんだ、瞬時は。すごいね。すごいね。で、継続で出せる電流は 100A なんで 1280W ですと。最初にね、ちょっと説明、次にキャンピングカーのサブバッテリーでもっていう話をしたと思うんだけど、低温充電プロテクション、LTCP 機能っていうのがついてて、バッテリー温度が0度を下回ると充電を停止。で、5度になったら再開してくれるっていう、そういう機能がついてるんで安心です。はい。今回のバッテリーの売りはまあ2箇所だよね。低温の対策がされてるっていうところと、あとは、Bluetooth を介してバッテリーの状態が確認できると。この2点になるかなと思います。なんせコンパクトなんでいいです。はい。では次ですね。これ。DC-DC デュアルインプットバッテリーチャージャー。デュアルだから DC のオルタネーター、車の走行充電とソーラーパネルっていうことですね。のバッテリーチャージャーになります。システム電圧が 12V で、定格充電電流が 40A、500W 以上で充電できるっていう感じかな。線が3本出てて、ちょっとね、説明書を見たらちゃんと出てて、まず赤い線、赤がこれメインバッテリーとつなぎます。メインバッテリーっていうのがこれじゃないよ。車に乗ってるバッテリーあるでしょ。それにつなぎます。で、次、青線のグレーのこれがソーラーの入力端子。なんでソーラーパネルとつなぎます。で、これが黄色いのがサブバッテリー。なんでこれとつなぐ。で、ここに反対側もついてるんで、あとは長さを調整して自分で準備した線でつなげばいいと。そういう感じです。はい。で、水晶の設置はこうだって。下から冷たい空気を吸って上に上げると。こういう感じでね。まあ横置きでもできないことはないらしいんだけど、水晶は縦置きということなんで、まあ縦置きにしとこうかなと。ケーブルの太さが今これ 8AWG だと思うんだけど、このバッテリーをね、どこに置く、これとバッテリーがどれぐらい離れるかとか、これとメインのバッテリーがどれぐらい離れるかっていうところで、太さは変えないとダメで、まあ、あんまり離れてなくて、1から5メーターぐらいの長さで済むんだったら 8AWG でいいですよと。この太さでいいと。ただ5から9メーター、ちょっと遠くに設置するような時は 6AWG にした方がいいですよということです。5メーターって相当だからね。5メーターまでで済めば 8AWG でいいんで、この太さで大丈夫だと思う。で、それぞれのバッテリー、このバッテリーとこの間の、まあ、プラスのところね、に、まず 50A のヒューズを入れなさいと。で、こっち側の指導用の車のバッテリーとの間にも 60A のヒューズを入れなさいと。そんな感じかな。これデュアルだからさ、走行充電とソーラー充電両方入れれるんだけど、ちょっと一個注意が必要で、ここに書いてあるかな？書いてあるね。説明書にも最大 600W26V って書いてあって、で、ここには英語ですごい細かく書いてあるけど、日本語では特に大きく溢れてないんだけど、ソーラーパネルは 26V 以下のものだね。オープンサーキットボルテージね。開放電圧が 26V 以下のものを使いなさいと。うちのソーラーパネルの開放電圧が30プラマイ 5% とかだったと思うの。確か、車につけてるやつね。結構高いんだ、うちのは。まあ、普通ね、20V ぐらいのが多いと思うんだけど、うちのは30なんで、
今回はソーラー入力はできない。うん。ダメって書いてあるから。うんうん。ここにこれだけ書いてあるんだからさ、ついつい繋いじゃいそうじゃん、間違えて。600ワットまでいけるからいいだろうと思いきや、ここは注意が必要です。あとこれね、これ、青い線がピヨンと出てると思うんだけど、これが ACC ワイヤー、スマートオルタネーターっていう機能を持った車には、この充電器を取り付ける場合に、この線をアクセサリーに ACC に入れてやると。アクセサリーのところに1個かましてあげるらしい。もうこれでぴょいぴょいって繋ぐだけだし、バッテリーからプラス、もうバッテリーのプラスマイナスさえ分かっておいたら、もう誰でも簡単にできるような感じです。このね、走行充電器は、リチウムイオンバッテリー以外にも、カルシウムバッテリー、鉛バッテリー、あと、ジェルバッテリー、AGM とか、なんで、ディープサイクルバッテリーでも使えるみたい。で、ここのセレクトっていうので設定していくんだと思う。で、あとここにね、リバースチャージっていうのがあって、これを長押しすると、こっちのサブバッテリーから車のバッテリーに逆充電をしてくれるみたい。まあだからバッテリー上げちゃった時とかようだよね。とかずっと放置してた時とか車を。にこのリバースチャージで逆充電もできるみたいです。じゃあちょっと配線して実際車につけていこうかな。はい。はい。さあ、準備ができました。はい。これがバッテリーチャージャーで、ついてた線とかをこう、作ってきた。こんな感じでね。で、もうあとはこれを、ここに、こう刺すだけです。で、あとこれね、こっち側、ヒューズの端子台も作っといた。こっちプラスでもうここマイナスにしちゃおうと思ってグラウンドね。ここで集めてバッテリーに戻します。で、ここにね、設置しようと思って、この下に。で、バッテリーはこの中に入れて、あと配線していくと。本体はここだね。この横に取り付けます。はい。これも繋いどいた。こういう感じで ACC と繋いでます。これはもう先に繋いじゃってます。で、今回のコネクトなんだけど、この線を車と繋ぐんだけど、で、これエンジン切っても常にここ電気が通ってるのね。で、そのエンジン切った時に、バッテリー、どっちのバッテリーからここに電気が入ってるかわかんなくて、多分リチウムイオンバッテリーからも電気がここ、光って入るんだけど、ここね、こっちも光るから、試しに繋いでみたら、なんでキャンピングカーさ、1、2ヶ月乗らないことあるから、ちょっと待機電力が心配でしょ、で、バッテリー上げちゃ嫌なんで、この元々のここに繋ぐ配線は根元にリレーをかまして、エンジンかけた時しか電気が流れないようにちょっと改造してます。はい。その奥にリレーがあるんだけど、エンジンかけた時だけ電気が入るようにしときます。OK、できた。ここにバッテリー設置して、この裏にヒューズつけて、配線引っ張ってきて、裏からこんな感じで出してます。はい。あともうこれを繋いだらいいだけなんで、ちょっとやってみようか。はい。まずは、今回これは使わないからね。ソーラーパネルの線は。で、これと、めちゃくちゃ簡単だね。あ、入った電源。で、リチウムになってますと。はい。で、これがね、ちょっと今線が短いから、ちょっと横向けて、これが車のバッテリーとの線。リレーが切れてるから、エンジンかかんないとリレーがオンして、ここの線が繋がらないように改造しちゃってるんで、まあこれで、あとね、バッテリーとこの線も一個繋いどいたんで、ここの車の電気を繋げばつくはず。どれだ？これかな？どれだ？これだね。これを繋げば、ついた。ついたね。OK。で、こんな感じと。で、本当にちゃんとついてるかを見るにはアプリで見れるんで、はい、アプリ立ち上げました。1.4 もっといっぱいつけてみようか。どう？あ、つくね、ちゃんと。マイナス 2.6 アンペア、35ワット使ってますと。で、これ切れば、0になると。はい。で、これでちょっと実際エンジンかけて、本当に走行充電されるかどうか見てみようか。はい。エンジンかけたら、その中のリレーがカチッとなって、通電されて、ここの赤いランプが光って、充電開始されるはず。よし、じゃあエンジンかけてみて。
チってなったね。あ、充電された。おー、すごいすごい。150ワット、180、200、250、270。おー、すごいね。40アンペア出るはずだから、マックス。おー、すごいすごい。35ワット出た。いいね。これでエンジン切ったら、またリレーが働いて、ここのランプが消えるはず。エンジン切ってみて。そうだね。OK。これがやりたかったんです。おー、うまくいった。じゃあこれをあと壁に設置して完了です。さあ、できた。いいんじゃない？ああ、いいね。めちゃくちゃ簡単だったな。ポンとつけるだけなんで、バッテリーから線を1本2本出して、あとヒューズとつなぐだけなんで、めちゃくちゃ簡単です。すごいね。走行充電ってこんな簡単だったんだね。で、今回はもうちょっと車を快適にしたいなっていう思いもあったんで、追加でこんなんもつけときました。これは XT60 だね。XT60 の線と DC の線も一緒に出しといて、これは走行中だけオンするようにしといたんで、これで運転時はいろんなもんまた充電して、止まってる時はこのリチウムイオンを使って DC 出力をすると。そんな感じです。さあ、車に走行充電は設置できたんでいいんですけど、車の DC-DC チャージャーがソーラーパネルも入力できるポートがついてたんですけど、28V までしか使えないんで、僕の車のソーラーパネルが 30V 以上のパネルなんでちょっと使えなかったんで、そういう時はこれを使えば大丈夫です。 60A の MPPT ソーラーチャージャーコントローラーですね。結構大きい。これもリータイムさんからご提供いただきました。で、12V、24V、36V、48V 対応で、マックス 60A で充電すると。すごいね。これでいくと 48V の 60A とかだったら 3000W 近い充電ができるっていう装置になります。このソーラーチャージャーコントローラーっていうのが何をするかっていうと、こういうソーラーパネル持ってる方いると思うんですけど、これ折りたたみ式のソーラーパネルですね。で、こういうのとか、あともう据え付けする用のアルミフレームみたいなので組まれて、屋根とかに設置するようなソーラーパネルとかもあると思うんですけど、で、こういうソーラーパネルを使ってバッテリーを充電するときですね。こういうバッテリーを充電するときに、ポータブルバッテリーだったらもうそのまんま線をつなげば大丈夫なんですけど、だからこういう線が出てるんで、これをポータブル電源とつないであげると。それはポータブル電源の中にコントローラーが入ってるんで充電しても大丈夫と。電圧だけ気をつけとけば問題ないんですけど、こういう鉛のバッテリーとかディープサイクルバッテリーとかリチウムイオンバッテリーを充電するときは、こういうコントローラーですね。ソーラーチャージャーコントローラーっていうのが絶対に必要になってきます。で、これさえあればもうバッテリーに充電ができちゃうんで、めちゃくちゃ簡単なんで、ちょっと紹介しようと思います。ソーラーチャージャーコントローラーですね。と説明書。それからこれはなんだ。取り付けるときにこれを壁につけて、こう壁に当てて穴開けて止めなさいよっていう。2種類あるらしい、取り付け方が。それから、マウントブラケット、固定用のネジ、そういう、いろいろ、ヒートすごい、シュリンクチューブも入ってるんだ。外に設置する可能性があるんで、それも入ってるんだね。それとあと、これは温度センサーだね。鉛バッテリー用だと思います。はい、次。使用を確認していきましょう。どれまず、システム電圧が12、24、36、48V まで使えると。で、自動
自動で判定してくれる機能もついてるみたいなんだけど、リチウムイオンバッテリーの時はできないみたいです。で、ソーラーの入力電圧が最大 150V まで。うわ、すごいね。150V までいって。で、充電電流が 60A。わあ、すごい。これでいくと、12V のバッテリーを充電する場合は、マックスがだいたい 900W ぐらい出ます。で、24V の時が 1800W。ここだね。で、36V の時が 2600W。で、48V だと 3200W まで。ああ、すごいね。で、重さは結構あって 4.55kg。で、寸法が280の 280mm の 210mm の厚みが 102.7mm です。で、こうやって、こういう感じで立てて使う製品ですね。ソーラーパネルのプラスマイナス。で、充電するバッテリーのプラスマイナス。それから DC の負荷もつなげるみたいです。20A までだったかな。で、これ Bluetooth でアプリでも見れるみたいです。こんな感じ。簡単に配線。ソーラーから入力、プラスマイナス入力でバッテリーに出力と。で、DC の負荷はもう1個取れますよと。いずれはこれは車についてるソーラーパネルが 30V 以上なんで、車に設置して使おうと思うんですけど、ちょっとまだ今車の改造が終わってないんで、今日はここで仮配線してどういう風に使えるのかをちょっと見てみようと思います。バッテリーどうしようかな。これ今まで使ってたやつだけど、ちょっとリチウムイオンバッテリーあるんで、それ持ってきてやってみようと思います。さあ、接続完了しました。この 230A のリン酸鉄リチウムイオンに今からこのソーラーパネルを使って充電してみようと思います。で、配線はちょっと仮配線でパパッとやったんで、本来はこのバッテリーとかソーラーの間にヒューズとかブレーカーをかまさないと危ないんで、今日はちょっと仮でちゃちゃっとやってるだけです。本来だったら 6AWG とかで繋いだ方がいいっていう風にこの説明書には書いてるんですけど、今日のソーラーパネルが MAX200W で最大電流が 11A ぐらいしか流れないんで、今日はこれで大丈夫かなと。ではソーラー開いてソーラーと配線を最後つないでみましょう。さあ、つながりました。おう出てるじゃん。13.4V。バッテリーの電圧がね。で、システム電圧 12V です。これを押すと、16.6。ソーラーパネルからの入力。今めちゃくちゃ曇っちゃってるんで、ちょっと発電はできてなさそうだけど、16.6V。で、0Wh。溜まってくのが見れるんですね。で、やっぱ 0A。曇ってるからね。で、15っていうのがこれ、DC 負荷を自分で操作するっていうやつだね。これです。これ。マニュアルモード。負荷をマニュアルで押したらつくような。これ押したらつくと思います。で、E00 なんでエラーなしですよと。で、温度も出るんだ。これ何の温度だろう。この本体かな、バッテリーかな。多分本体だろうな。暑いね。外が30度超えてるんで。3Wh。ちょっとずつ溜まってきました。すごい。1.1A 出てる。充電今 1.1A 出て、で、充電してるみたいで、ソーラーパネルはこんな風に広げてるんだけど、天気がなんせ悪いんで、今は空はこんなアプリなんだけど、この2種類あって、リータイムとリータイムソーラーっていうのがあって、バッテリーとかはリータイムの方で、この MPPT のソーラーチャージャーはリータイムソーラーっていうのみたいです。で、これでつながりました。すごいね。
電圧 17.1V PV 入力だね。バッテリータイプ。バッテリーが今、1.22A で充電されてて、で、バッテリーは 13.4V です。あ、全部見れますね。ここで。入力、ソーラが今 17V ですよとか、でバッテリーが今 13.4V。あ、一緒だね。こっちと。はい。あ、13.3 になった。で、DC ロード。多分これを押すと、ライトがつくんじゃないかな。ちょっとやってみます。オンにします。おー、ついた。ついたね。で、これを、オフにします。消えると。はい。で、コントローラーの温度が31度。で、バッテリーはこっちには25度って出てる。おー、すごいね。へえ。どうやってわかるんだろう、バッテリーの温度なんか。BMS のデータを引っ張ってきてるのか。これで全部こう見れるみたいです。ああ。こういうログも取れるんだね。1日でどれぐらい充電されたかとか、そういうのが全部わかるみたいです。面白いね。以上です。いや、面白いです。リータイムを結構いろんなの出してて面白いですね。まあ、車関係もそうだし、これだったらね、うちは車に積もうと思ってるけど、家をオフグリッドにして完全にこうソーラーでやるとか、そういうのもできるかなと。バッテリーが 460A あれば 5kW 以上になるから、まあ1日 5kW あれば多分大丈夫で、5kW 満タンに貯めようと思ったら、多分 400W じゃ全然不足だよね。800W とか 1000W のソーラーパネル準備して、で、230A のバッテリーを2つ使って 24V で使ってあげると。そしたらなんとかなるのかなと思います。そしたら完全オフグリッド生活がうちはできそうですね。それも面白いな。My mind so sweet, yeah, I need it from you. Got my